皆さんこんにちは。年が明けてお正月、1月中は日本株にどんどんと資金が流入してきて、いつも動画をご覧いただいている皆さんも順調な運用をなさっている中で、今回取り上げるような銘柄、あまり触る必要がある方いらっしゃらないかもしれませんが、話題の乱高下銘柄、18日木曜日には、寄り付きでストップ高気配から終わってみればストップ安と、非常に激しい動きを見せている銘柄、3778、桜インターネットという銘柄ですけれども、こちらについて需給の面からお話ししたいと思います。データを見る限り、需給自体は逼迫していそうなんですが、普段需給の分析をしている小型株とは少し毛色が違った状況になっていますので、実際のところ踏まえて今後の展開考えていきたいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。桜インターネットの最近の株価の動き、話題の銘柄ですので、視聴者の皆様は展開ご存知かと思いますが、簡単に要約すると、ご覧のような株価急騰の記事、AI 関連の銘柄で時価総額1600億円と、こちらは17日ストップ高になった4295円を基準にしていますので、今はだいぶ目減りして1000億円前半ぐらいでしょうか。とはいえそんなに小さな銘柄ではないということで、実際株価が動いてきた展開をこちらの記事から抜粋しますと、まず昨年11月、政府がクラウドの事業者に日本企業として初めて選定したこと、さらに翌月12月には半導体大手の NVIDIA が提携するかもしれないというニュース、そして直近、今週の16日に発表されたのがデータセンターの日常点検を AI で自動化するという実験を発表したということで、続々とポジティブなニュースが舞い込んできている状況。数ヶ月前にご紹介したとある銘柄に状況としては似てるかもしれません。こういった環境の中で桜インターネットの株価は11月月末の段階で1200円をつけていたところから数々のニュースが舞い込んで最も高いところで4000円を超える株価となりました。しかし冒頭申し上げたように週末にかけてはストップ高気配からストップ安に転じるなどとんでもなく乱高下をしている状況ですね。現時点で3280円と4分の1ほど下落しています。最も高い4000円を超えるタイミングで PBR は 15.6 倍。普段 PBR は ROE と PER に分解できると、詳しくは別の動画で解説差し上げていますけれども、この2つの要素に分解すると ROE10.6%、PER は158倍と、とんでもなく割高な指標になっているわけですね。ただ先ほどのポジティブなニュース、本当に桜インターネットの収益性が非常に向上するということであれば、この割高な水準というのも収益とともに理にかなった株価と評価されるかもしれませんね。例えばですけれども ROE10.6%、今桜インターネットの収益が3倍になったとすると、だいたい 30% ということですね。そうすると PER は3分の1程度で50倍に下がってきますので、PBR15 倍、PER50 倍の銘柄といえば、半導体の銘柄なんか探せばあるかもしれません。ということは4000円を超える株価というのは、ファンダメンタルから見ますと、従来の桜インターネットの利益水準が3倍になる、それぐらいのインパクトのニュースだと想定されるかどうかで過熱しすぎの株価なのか、妥当なラインなのかというのが第一印象としての判断がつくわけです。また先ほどの記事でデータセンターの日常点検を AI で自動化するというニュース、ここで桜インターネットと共同するというふうに出ていたブレインズテクノロジー、こちらの銘柄もニュースが発表された後にストップ高を連発して、発表前は579円だった株価が週末には400円上昇して979円と急激な上昇を見せています。ブレインズテクノロジーに関しては桜インターネットよりもはるかに小型の銘柄、1日の出来高も発表前16日は8200株、どちらかというと従来の小型株分析に当てはまるような銘柄です。今回は桜インターネットにターゲットを絞ってご説明しますけれども、なぜ桜インターネットの方は従来の小型株分析に当てはまらないのか。こちらは前回の動画で用いた小型株需給逼迫の構造をご説明するイラストですけれども、左側が貸し手、右側が借り手となるヘッジファンド、こちらが空売りをするわけですね。そしてそれを仲介するのが真ん中の証券会社。多くの小型株というのは需給が逼迫する際に信用買いを行っている個人投資家、こちらの株券の保有上の名義というのは証券会社に属するわけですが、この証券会社がヘッジファンドに株を貸して空売りをさせている。そういった構図の小型株が多いです。しかし、本来仲介をする証券会社は信用買いを行っている株券を貸し出しに用いるのではなく、ETF や投資信託、年金運用といった現物保有をしている株券が
もしあれば、優先順位としてはそちらから借りてきて、ヘッジファンドに貸し出す方が、はるかに証券会社としては需要が高いです。なぜかというと、現物保有のファンドはそうやすやすと株券を返せと、多少株価が下がったからといって返却を要求してこないからですね。そして今回の桜インターネットというのはトピックスに含まれる銘柄ですので、現物保有のない小さな銘柄とは違って ETF や投資信託のファンドからも貸し出しを行っている銘柄となります。これが普段の小型株分析とは状況が違う大きなポイントになってきます。ですので今回桜インターネットの状況をご覧いただく順番としては、まず普段の小型株分析で行っているような信用買いと空売りのバランス、これを先にご覧いただいた上で、現物保有のファンドが貸し出している数量というのも内々にご紹介していきたいと思います。それではまずはいつもの小型株需給分析、桜インターネットの半年間の空売り算と信用売買の数量をご覧いただきますと、0以上になっているのが売りサイドの数量、この流通株に対する割合、マイナスサイドは信用買いの流通株に対する割合となっています。そうするといつもご覧いただいている方ですと、こちらのグラフの第一印象、おそらくあまりグラフが大きく出ていないなと、もっと小型株で需給逼迫するような銘柄だと、空売りサイドで 100%、信用買いのサイドでマイナス 100% の方向にもっと大きく出ている、そんな銘柄を普段の動画で多くご覧いただいてきたかと思います。空売りサイドは 40% 前後ですが、信用買いの方はわずか 10% 台と、そして1週間ごとの変化というのがあまり大きく目立たないぐらいグラフが小さくなっていますので、ちょっとこちらは線グラフに変えてご覧いただきます。そうすると色を統一せよと怒られてしまいそうですが、忘れてしまったのでご容赦ください。この線グラフでは信用買いの割合というのが青線になっているんですけれども、だいたい 15% 前後で推移していますが、12月入ったあたりからだんだんと下がってきている。つまり信用買いの数量はだんだんと減ってきているわけですね。これが減引きをして株を受けているのか、もしくは信用買いのポジション自体を閉じているのかというのは、どちらかはわかりませんけれども、あまり買い需要が増えてきていないということですね。先ほどの棒グラフにおける具体的な数値というのをご覧いただきますと、空売りサイドの購買というのは 0.65 とプラスにはなっていて、空売り数量が拡大傾向にはあるんですけれども、直近の近似値 47% に対して実際の比率は 40.66 と半年間続いてきた拡大傾向というのが足元では衰えてきている。つまり需給逼迫という状況は解消されてきている傾向にあるということですね。そして何より信用買いのサイドの比率 10% ちょっとと、これが水準としてはあまりに低すぎます。本来であれば小型株需給の分析の際にも申し上げましたけれども、信用買いが返してと言い出すことが踏み上げのトリガーになるかもしれない。つまり株券の不足を生み出すトリガーになり得るということですけれども、それはあくまで需給がパンパンに膨れ上がって空売りの数量も比率が高く、信用買いの比率もそれなりに膨らんだ状態で減り始めるというのが理想的なわけです。直近の信用買いの比率 11% では、信用買いの減少というのはあまり参考にならない数字かと思われます。そして信用買いの比率がそこまで大きくならない一つの要因が、先ほど申し上げた現物保有のファンドが多く桜インターネットの株券を保有していることが一因だと考えられます。参考までにブレインズテクノロジーのデータも載せていますけれども、こちらは同意づいたのが16日以降ということなので、来週以降のデータで大きな変化が見られるかというのが注目ですね。だいたい需給分析で踏み上げを探す際には、今回のようなファンダメンタル的ニュースで株価が急上昇しているものというのは、事前にはなかなか拾えないものですね。それでは今度は ETF あるいは投資信託、年金運用の現物保有しているファンドたちが桜インターネットをどれくらい貸し出しているかというのを推移ご覧いただきますと、青の棒グラフが貸し出し株数の推計、そしてオレンジの線グラフが貸し出し料率となっています。そうすると ETF などの現物保有ファンドから100万株以上足元で貸し出しが行われている。そしてこの100万株を少し超えたライン、せいぜい110万株程度が現物保有の世界から貸し出せる上限となりそうな割合ですね。足元1年間
100万株前後というのが横ばい推移になっています。一方でオレンジの線グラフ、両率に関しては昨年末以降から急上昇してもともと 0.5% だったものが今足元では 14% に迫る両率です。非常に高い両率ですね。過去遡れば2016年あたりにもそれぐらいの両率で取引されていたことはありますけれども、このグラフにですね、株価の推移というのを重ねてみますと、ご覧のように両率が高いところというのは株価が急上昇していて、空売りの需要が高まっているところと考えられます。2018年のように株価がだんだん下がっていくと、貸し出し両率というのも徐々に落ち着いてくると。当然株価が下がれば空売りの需要というのはなくなって返済されてくる方になりますので、貸し出し両率というのも下がってくるわけですが、この足元1年間の動きというのをグラフズームしてご覧いただきたいと思います。そうするとですね、こんなグラフになりますけれども、先ほど申し上げたように現物保有のファンドの世界から貸し出せる、おそらく100万株あるいは110万株というのが上限のラインになってくるところかと思われます。そして昨年から今年にかけて約1年間ご覧いただいていますけれども、こちらに株価の推移グラフをつけると、細かい動きが少し分かりにくいなということで、こういった急上昇している銘柄に対しては対数を取ると分かりやすくなります。少し変化が大きく見えるように変わったかと思われます。そして足元の貸し出し両率は先ほど申し上げたように 14% に迫るとんでもない比率なんですが、これは実際貸し出せる株数というのがもう世の中にほとんど出回ってないがために高い両率になっているわけですね。ただこの数値というのは今足元で新規に借りようと思ったら 14% ということです。どういうことかというと、株価が大きく上昇しているのを見てから借りようと思ってもそれは高い両率を払わなければいけないと。当たり前のことですね。ただこちらのグラフ全体で俯瞰していただいてお分かりいただけるのはこのポイントですね。貸し出し株数というのが一度昨年の春先にゼロに落ち込んでからもう一度マックスの状態まで貸し出す。これが6月中旬頃になっています。そして赤の株価推移というのもここで一度大きな上昇を見せていますね。ただ貸し出しの両率というのはわずか 0.5% にとどまっています。もしここで借りた株、つまり証券会社が 0.5% で株を調達してヘッジファンドに空売り用に貸し出す。その状況が今の足元でも続いていれば、これは 0.5% の両率のままということになります。さすがに貸し出している側もバカではありませんので、足元で 14% の両率が必要になってくるような銘柄に対して 0.5% のままずっと貸しているわけではないかと思いますが、取引約定の上でのルールとしては、返済もしくは両率の変更という手続きを踏まなければ別に当初の約定通り 0.5% のまま貸し出しの取引が続いているかもしれないということですね。しかもこの6月のタイミングで一気に上限近くまで貸し出されているわけです。棒グラフの推移ご覧いただきますと、この10月あたりで一瞬くぼんでいるところがありますけれども、ここでもし仮に半分ぐらいの貸し出し数量が契約のやり直し、つまり1回返して新しい両率で貸し出しを約定させてくださいと。足し手となっている現物保有のファンドが言ってきたとしたら、それでもせいぜい 8% 程度と、0.5% よりははるかに重い両率ですが、足元の 14% よりはまだ半分強という水準ですね。さてこのスライドで何を申し上げたいかと言いますと、両率だけを見ると 14% ということで、この銘柄とんでもなく需給が逼迫しているなというふうに見えますけれども、そもそも貸し出しが約定したタイミング、例えば貸し出し数量がご覧の銘柄とは違って段階的に増えているのであれば、借りている側というのも高い両率で約定しているので厳しい状況に置かれるかもしれません。しかし、こちらの銘柄のように 0.5% のタイミングで一気に上限まで貸し出されているような場合というのは、足元の見えている両率よりもだいぶ低いタイミングで借りることができているのではないか。つまりヘッジファンドの立場からすると、そんなに急いで返さなければいけないという逼迫した状況にはなっていない可能性が考えられるわけですね。このあたりのデータ詳しくは内々の話になってきますので、皆さんが普遍的に触れることのできるような情報ではありませんけれども、今回の桜インターネットのように現物保有の多いファンドが貸し出しを行える場合というのは、レンディングの貸し出し両率あるいは
需給の分析に注意が必要、データよりもそんなに差し迫っていない可能性というのが考えられるというご紹介ですね。ということで、逼迫している状況にあるにもかかわらず、そんなにヘッジファンド側は切羽詰まってないかもしれないという状況をお話しした上で、今後の展開考えてみたいと思いますけれども、こちらのグラフですね。少し棒グラフ伸びているのは、上限を80、下限をマイナス40と、先ほどの100からマイナス100のグラフからご覧いただきやすいように意図的に引き伸ばしているんですけれども、これに関してですね、下の青の信用買い比率に関しては、今どんどん減ってきている、つまりゼロの方向に上がってきている状況ですね。この後、信用買いの数量が仮に増えてくるような展開になってくると、これ再び買い需要が入っているので、多少株価も持ち上がる局面があるかもしれません。ただ信用買いに関しては、イラストで申し上げたように、実際に株券を保有するのは証券会社となりますので、信用買いの数量が膨らんでくるということは、一時的な買い需要はあれども、空売りを行うヘッジファンドの種となるわけですね。ということは信用買いが膨らむと同時に空売り算も大きくなってくれば、これは長期的に需給が逼迫している方向性になりますが、買い需要と売り需要でほぼ相殺される形ですね。しばらくは大きな動きなく、本当に両サイドに膨らみきって需給が逼迫することがあれば、次の踏み上げが起こるかもしれません。ただそうならなさそうな大きな要因が現物保有の ETF ですね。ヘッジファンドは空売りを急いで返す必要はあまりない状況です。ですので仮に信用買いの方があまり変化なく、空売り算のオレンジの棒グラフというのが減ってくる、買い戻しが行われてくるようなことがあれば、これはヘッジファンドサイドがもうそのタイミングで桜インターネットの急騰による空売りポジションの損失を諦めて切っていくと納得できる水準にあると考えられるわけですね。現物保有のファンドから借りているのでそんなに急いで返さなくてはいいとはいえ、ずーっと持っているわけにもいかないですので、その空売り残が減り始めたタイミングというところで反転してくる。そんな展開が予想されるわけですね。おそらく4000円を超えるようなタイミングで掴んでしまった方あまりいらっしゃらないかと思いますが、今の段階ですと、急騰前の株価からはまだだいぶ利益が出ているかと思いますので、そんな近々の急上昇というのを狙っていくというよりかは、このヘッジファンドが桜インターネットの空売りポジションを損切りしてもいいと思われるような水準がどこに来るかというのを両立の落ち着きなどを見て買い戻しに回ってくるようなタイミングというのを探っていく。それまではあまりむやみやたらに触りたくないなというような印象の銘柄ですね。当チャンネルではご覧いただいたような需給の分析、その他にも機関投資家が売買を行ってくる銘柄、またはマクロ経済の動きなどデータを用いながらご紹介していますので、少しでも面白そうだとご興味持っていただけましたら、高評価、チャンネル登録して今後の動画もお付き合いいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。